記憶は売れる。高く評価される感情ほど価値は上がる。レコレクションエクストラクションモジュール REM。 人類はついに人間の記憶を抽出し売買する装置 REM を手に入れた。世界では記憶は貨幣となった。記憶は最も高価な通貨となり、人々は次々と自らを切り売りしていった。誰かの笑顔も誰かの痛みも全て値札がつけられる。思い出は金に換えられる。忘れたい過去も愛しい瞬間も全てが商品となった。欲望は他人の記憶をも飲み込んでいく。市場は膨張し、人間の心さえ資源に変えた。過剰な依存は犯罪を生み、事故を生み、社会を蝕んでいった。彼もまたその世界に生きる一人だった。だがこの男はこの世界の仕組みに抗おうとしていた。これも誰かの物語になるのか。ユウは今日も強烈な感情の記憶を売る。そして過去はゆっくりと色を失っていく。彼の脳から売った記憶は戻らない。過去の痛みも愛もすべて。記憶は彼の脳から消え去る。過去の自分すら失われていく。しかし感情の残りがはほんのわずかに。これであと1ヶ月は持つ。生き延びるために彼は自らの記憶を差し出すしかなかった。記憶を売り尽くした彼はやがて存在しない想像さえも監禁するようになった。彼の指先にはかつて物語を紡いだ作家の記憶が残っていた。だが今綴られるのは紙の上ではなく虚無の市場で取引される空想だけだった。これも記憶だろう。俺の頭で生まれたんだから。創造された記憶の売買は法律で固く禁じられていた。それは現実を侵食し人々の心を壊す犯罪だから。誰か捕まったらしい。静かにしろ。バレなきゃいいんだ。なぜ彼は危険を冒してまで記憶を売ったのか。その理由は一人の女性のためだった。彼女リリーは記憶を食らう装置によって心を壊されていた。安易に手に入れた記憶はやがて毒の花びらのように彼女の内側を静かに侵していった。愛は記憶とともに奪われた。あなたは誰？あなたの小説大好きなんです。しかしユウはすでにほとんどの小説を記憶とともに手放していた。彼の背中は失われた物語の重さを語るように静かに遠ざかっていった。語るべき物語を失った彼はまるで自分自身からも逃げていくようだった。振り返らぬ歩みは過去から逃げる足音のようだった。だが彼は最後まで彼女との記憶だけは売らないと決めていた。彼にとってリリーとの記憶は最後の灯火だった。それだけは決して手放さぬと誓った。だが時は冷酷に彼らを追い越し、その決意さえも試すかのように静かな未来をひそやかに崩していった。その日静かな鼓動は突然嵐のように乱れ始めた。時は
容赦なく彼女の存在を世界から奪っていった。そしてリリーはユウを忘れたまま静かにこの世を去った。だが企業はそれを個人の過ちとして葬り去った。当社の装置は安全基準を満たしており、今回の事象は個人差によるものと考えられます。事故は自己責任にすり替えられ、真実は報じられなかった。人々は昨日と同じように装置に依存し、笑い疑いもせずに明日を迎えた。年の光が彼女の死を飲み込み、犠牲は静かに忘れ去られた。その沈黙の奥で彼の怒りは燃え始めていた。記憶は富の象徴であり、娯楽であり、慰めであり。だがその依存に溺れる人々は彼の復讐を知る由もなかった。彼は世界そのものを壊す決意をしていた。無関心に生きる世界へ、彼は痛みという名の記憶を強制的に刻もうとした。全部終わらせてやる。社会を覆すため記憶そのものに毒を流し込む。そしてその手段こそ記憶を幻の花のように咲かせ、やがて静かな沈黙の中で枯れ落ちる幻影の毒だった。すべての人々に記憶を奪われる苦痛を刻みつけるために、すべて終わらせるこの世界のやり方を終わりにする。だがあまりに多くを失った彼自身もまた、その代償は彼自身の魂と肉体だった。リリー、忘れないで、私たちの時間を。最後に残ったのはただ一つの記憶だった。失われたはずの記憶が最後の輝きとして彼を包んだ。記憶は消えても幸せな思い出の感情は消えない。それは年を追った幻だったのか。それとも彼の最後の感情が見せた夢だったのか。答えは誰にもわからない。散りゆくものは儚き記憶の花だが、それは誰のものだったのか。あなたが忘れたくない記憶。いくらなら
手放せますか？それとも、もうとっくに売ってしまったの？